皆さんこんにちは。日本語ジャムへようこそ。日本語ジャムの綾乃です。今日も聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している人向けのポッドキャストです。ぜひいろいろなボキャブラリーやリスニングの練習のために使っていただけたら嬉しいです。本日は日本の冬についてお話しします。日本の冬と聞いて皆さんはどんなことをイメージしますか？私は夏よりも冬が好きです。夏は暑くて汗をかくのであまり好きじゃありません。日本の冬もとても寒いですが、でもヒーターの前で温まったり、美味しい食べ物を食べるのが好きです。今回は皆さんに日本の冬の天気と食べ物についてお話しします。まず日本の天気についてお話ししましょう。日本は南北縦に長い国なので、地域によって冬の天気が全然違います。例えば北海道、一番北にある北海道は10月から3月くらいまで雪がたくさん降ります。スキーやスノーボードを楽しむ人にとっては最高の場所だなと思います。でも車の運転とかはちょっと大変そうだなと思います。一方で九州とか沖縄とか南にある場所は雪はほとんど降らないそうです。友達が沖縄に住んでいるのですが、冬でも結構比較的暖かいと言っていました。なので海沿いを散歩したりアウトドアを楽しんだりすることもできます。私は埼玉県という東京の隣にある県に住んでいます。だからあまり雪は降りません。1年に1回降るか降らないかぐらいです。小さい時は父親が雪だるまを作ったり、雪の滑り台を作ったりしてくれたんですが、最近は全然雪が降らないので、雪遊びもしていません。皆さんの国は雪は降りますか？多分温暖化が進んでいて、どこの地域も雪は減っているんじゃないかなと思います。次に日本の冬の食べ物についてお話しします。冬といえばやっぱり鍋が一番美味しいなと思っています。鍋料理は家族とか友達と一緒に食べるのが一般的です。自分の好きなだし、スープと野菜をたくさん入れます。だしはキムチとか豆乳とかいろいろな種類があって、いつも選ぶのが大変です。野菜はもう自分の好きなものを何でも入れて OK です。例えば白菜とかキャベツとかキノコとか豆腐とかお肉も入れますね。野菜が多くてカロリーも低いのでとてもヘルシーです。鍋を使った料理はすき焼きとかしゃぶしゃぶとかおでんもあります。体がポカポカ温まるし、いろんな具材を楽しめるのが鍋料理のいいところだなと思います。特におでんは冬によく食べられる料理です。コンビニでも買うことができます。レジの横におでんのコーナーがあるんですけど、そのコーナーは多分冬限定だと思うんですね。なのでおでんがコンビニに置いてあるのを見ると、冬になったなと思います。自分で好きな具材を、取ってレジに持っていくと買うことができます。最後に日本の冬を楽しむポイントを少し紹介します。日本の冬は意外と寒いと思うんですが、家の中にずっといたらもったいない
ですね。外に出たら綺麗な景色とかを見ることができます。特に、富士山とかも雪が降って白くなるのでとっても綺麗です。あとは星も綺麗に見えますね。冬の方が空気が綺麗なので、山とか電気が少ないところに行くと星が綺麗に見えます。あとは日本だったら温泉に入るのもいいですよね。雪が積もった露天風呂、とっても最高だなって思います。最近は温泉に全然行ってないんですけど、時間があったら有名な温泉の地域に行きたいなって思っています。ちなみに皆さんは温泉行ったことありますか？日本人にとっては普通ですが、海外の人にとっては知らない人と裸でお風呂に入るっていうのは少し変なのかなって思います。ぜひ皆さんの意見を聞かせてください。あと、その他冬におすすめの過ごし方、皆さんの国ではどうやって冬を過ごすのか、コメントなどで教えてくれたら嬉しいです。今日は日本の冬についていろいろお話ししましたが、いかがでしたか？次回はまた別のテーマでお届けします。はい。では日本にいる方はちょっとまだ寒いですが、ぜひ暖かくしてお過ごしください。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。聞いてくれてありがとうございました。またね。